はい、皆さんこんにちは。来ました。Pixel 7、Pixel 7 Pro、そして Pixel Watch ですね。今日は3つをバッと開けまして、できるところまでレビューをしていきまして、で、後日カメラ比較とか、こちらのね、iPhone 14 Pro とか Pixel 6 Pro とかとも比較をしていきたいなと思ってるので、そこら辺の話とか、で、あと Pixel Watch についてはやっぱり長期間でちょっと使ってみないとね、なんとも言えないところはいっぱいあると思いますんで、これはまた長期レビューなんかもお届けしようと思ってますんで、ぜひフォローいただいてチェックしていただけたらと思います。はい、それじゃあ開けていきましょう。はい。じゃあまずは Pixel Watch からいきましょう。こっちの方がね、楽しみでした。Bluetooth Wi-Fi モデルが 39,800 円税込みで、4G LTE Bluetooth Wi-Fi モデルが 47,800 円となっております。Apple Watch みたく2サイズじゃなくて1サイズですね。直径 41mm、厚み 12.3mm、36g バンドを除くとなっております。気になるスペックはご覧の通りです。気になる方は止めてご覧ください。で、バンドもいろいろ用意されていて、僕はこの一番右のクラフトレザーバンドっていうのも購入しておりますので、一緒に開けていきましょう。今回 Pixel を2台買いましたので、こちらのプロモーションコードが2つと、あと POVO の案内が2つ、で、あと封筒が1つ入っておりました。封筒の中身はガイドブックとアンケートの協力の紙、Google ワンの案内と LINE のスペシャルオファーの紙が入っています。はい、じゃあ Pixel Watch から開けていきましょう。Fitbit の文字が入っておりますね。Fitbit 買収してようやく Google 金製のスマートウォッチが出てきました。WearOS by Google の文字も書いてます。ペリペリはなくて、こういうテープだけで止まっています。2箇所。はい、じゃあ開けてきます。オープン。来ましたね。つやっと輝いておりますが、今回僕は Bluetooth Wi-Fi モデル 39,800 円のブラックのモデルを買いました。ブラック以外だとシルバーとゴールドの筐体カラーがあって、でその3色の筐体から選んで、バンドはアクティブバンドがベースでついてくると。で好きなバンドがある場合はそれを追加で買い足すような買い方になるかなと思います。今回 Google ストア以外だとソフトバンクと au で取り扱いがありますね。はい、でこちらがアクティブバンド、僕はオブシディアンのカラーを買いました。ブラックですね、ブラック。なのでブラック筐体にブラックのバンドという感じでございます。で僕手首周りが 15.5 センチくらいなんですが、最初こちら L サイズがついていまして、これだとちょっと緩いかなという感じですね。スペック表を見ると S サイズが130から 175mm で L サイズが165から210の手首周りになってますんで、やっぱり僕は S サイズの方がちょうどいいということになりますね。ちょっと先に動物チェックしておきましょう。こちらが S サイズのバンドかな。はい、こちらが S サイズですね。ここに S って書いてます。130から 175mm の手首周りの人はこっちをつけましょう。でさっき言ったようにこれ最初は L サイズがついてますんで、バンドを交換していきたいと思います。バンドの交換はこのボタンを押して交換するんですが、ボタンを押しながらこのボタン側にスライドすると取り外せます。でこのボタンの上に重なるように乗っけて反対側にスライドすると取り付けられます。めっちゃ簡単で、Apple Watch のバンドの交換の機構は背面側のボタンを押してスライドさせるような感じなんですが、このスライドさせる部分のパーツが金属のものとかだと結構ねスライドしにくかったりするものがあるんですよね。なので個人的には Pixel Watch の方が着脱しやすいかなというふうに感じました。でぐるっとデザイン見ときますが、この前のね新製品発表会でもちょっとデザインをお届けしましたが、背面こんな感じでございます。で、こちら側に穴が2つほどありまして、こっち側にリューズと、であとマイク穴みたいなのとサイドボタンがついてると。でリューズもボタンとしてポチッと押せるのでボタンは2つと。でバンドのところにそれぞれ着脱用のボタンが1個ずつついてるような感じですね。かなりすっきりしたデザインです。でこちらが磁気充電ケーブル。この磁石でくっつく方は G のロゴが背面に書いてありまして、内側はなんかいろいろとプリントがしてありましたね。で反対側は USB Type-C の充電端子になっています。でケーブルの長さはこの磁気充電のくっつくところから先端までが100センチと5ミリくらいでした。で最後、G のロゴが書いた紙でクイックスタートガイドは全ページ出しときますんで、気になる方だけ止めてご覧ください。でリューズを長押しすると G のロゴが浮き上がってこんな画面になります。Apple Watch とめっちゃ似てます。また後ほどセットアップしていきます。で僕はクラフトレザーバンドっていうのも買いましたので、こちらも開けていきましょう。で、別売りのバンドはですね S サイズか L サイズか選ぶようになってますんで、間違いないように買いましょう。でそれぞれバンドの種類によってもサイズまちまちになってますんで、よくね確認してから買った方がいいと思います。でこういった金属のメタルのバンドについては来春、春の登場みたいですね。
僕は S サイズを買いました。こちらも新製品のね体験会でお届けしましたが、ご覧のような表情のレザーになっております。内側にはジェニュアンレザーって書いてますんで、純正レザーってことですね。こっちのアクティブバンドの方には先っちょに G のロゴが入ってますかね。で、あとサイズも書いてます。はい。で、あと別売りバンドの方にもこういう着脱方法が書かれた紙が入っておりました。同梱物は以上ですね。で、持った感じはアプローチの 45mm とかなりね近いですね。こちらピクセルウォッチが 35.3 で、アプローチ 45mm が 38.5mm と。で、このナイキのスポーツバンド、小さい方短い方ですが、これが合わせると 66.6g で、このアクティブバンドとピクセルウォッチ合わせると 60.4g。 この前レビューしたアプローチウルトラはやっぱちょっと重いですね。 72g ちょいと。で、レザーバンドとピクセルウォッチだと 51.2g。 レザーバンド S サイズ単体で 15.8 で、小さい方のアクティブバンドで 24.9 なんで、レザーバンドの方がやや軽いと。で、L サイズにすると 26.8 になってます。アプローチは 45mm と 41mm ってあるんですが、こっちは1サイズになってます。あまり重たくしたくない人はレザーバンドとかでちょっとね工夫しないといけないかもですね。はい、じゃあセットアップしないといけないんでピクセルも開けていきましょう。はい、続いてピクセルですが、ピクセル7は 128GB と 256GB それぞれカラーによってあるものないものがあります。レモングラス、スノー、オブシディアンの3色展開で、128が 82,500 円、256が 97,900 円になっています。こちらは Google のストアの価格になってまして、au とソフトバンクはまた価格が違っております。ピクセル7 Pro はヘイゼル、スノー、オブシディアンの3色展開で価格はご覧の通りです。今回は au もプロモデルの取り扱いがあるみたいですね。iPhone は 21,000 円から3万円くらいの価格上昇だったんですが、ピクセルについては 7,700 円もしくは 12,100 円の価格上昇で、しかもストアクレジットがピクセル7なら 21,000 円、ピクセル7 Pro なら 35,000 円もつきます。で、さらにピクセル4ですら 61,500 円で下取りがありますし、あと他社のモデルでも下取りがあるということで、めちゃくちゃお得に買えるピクセルになってますね、今年は。はい、じゃあまずは Pixel 7から開けていきましょう。Pixel 6と Pixel 7のスペックの違いは右の方に出しておきます。進化したポイントは赤字になっております。パッケージはシールとかついてないですね。今回レモングラスっていうカラーを購入しました。やっぱりパッと見ですぐわかると思いますが、ここがアルミフレームになっています。カメラバーのところでマット仕上げのアルミフレームになっているので、ここは指紋が目立たないと思います。ペタペタ触ってもね、指紋がつきにくいですね。で、背面はガラスがゴリラガラス6からビクタスに変わりました。前面のガラスと同じになったということですね。指紋はもちろんガラスなのでつきやすいんですが、こういうレモングラスとかスノーみたいな明るいカラーは指紋が目立たないと思います。で、ビクタスになったので6と比べると引っ掛け傷2倍強くなっているという感じです。はい、で、筐体ぐるっと見ていきますが、右側面は上の方が電源ボタンで、下の方が音量上げるボタン、下げるボタンになっています。底面は USB Type-C、もちろん充電端子になっておりまして、こちら 3.2 の Gen2 になっているので、データを移動するときかなりね高速になってますね。で、左側面は SIM トレイがついています。マイクロ SD は非対応になってて、eSIM とのデュアル SIM もちろん対応しております。ただデュアル SIM については相性があるみたいで、通信会社によってはなんか一方が使えなかったりする場合もあるらしいのでご注意ください。店面はマイク穴とアンテナ線になっています。今回も画面内指紋認証で、あと顔認証も追加になっていますね。ディスプレイはちょっと小さくなって 6.3 インチ、センターパンチホールのインカメラで、画角が広くなってます今回。で、上部にもスピーカーがあって、もちろんステレオスピーカーです。背面のカメラは左が広角、右が超広角の二眼構成になっています。右の方にはフラッシュと、あとマイク穴がついています。同梱物は USB Type-C to Type-C の充電ケーブルと、あとデータ移行の時に使うスイッチングアダプターが1つ、あとは紙で SIM ピンで、フェリカ位置がちょっとね下がってますね。カメラバーの下の方だったと思うんですが、ほぼこの G のロゴあたりになったんじゃないかと思います。で、6はちょっと手元にないので 6A と今比較をしておりますが、ケースつけた 6A と比べるとちょっと小さいですね。ケースを外した6-8だとほぼほぼ同じようなサイズ感になるかなと思います。今ちょっとこれ重ねていますが、重ねてもほぼほぼ同じ感じのサイズ感ですね。カメラの飛び出しはやっぱ7の方がちょっと大きいですが、ほぼ 6A と同じようなサイズ感になっています。正直言うと日本人の僕は手が小さいし、このサイズにカメラ3つ積んで120フレームに対応してほしいなと。で、フラットディスプレイだったら最高なのになと思っています。
はい、じゃあ続いて Pixel 7 Pro 開けていきましょう。先ほどと同じように Pixel 6 Pro 先代のものとスペックの比較を右側の方に出しておきました。進化ポイントは赤字になっております。もう今年は僕この Pixel 7 Pro をメイン端末にすると決めていますんで、僕のメイン端末ですね。で、こちらもですね、一番パッと目を引くのはこのアルミフレームですね。こっちの7 Pro については7とは違ってポリッシュ仕上げ、ツヤツヤ仕上げになっているので若干指紋は目立つかもしれないです。で、僕は今回こちらのオブシディアン黒のカラーを買いました。で、先代の Pixel 6 Pro についても、背面のガラスについてはゴリラガラスビクタスで、今回もビクタスになっています。やっぱりこういう黒いカラーは結構ね、背面も指紋が目立ちやすいかもしれないです。で、先代はこういうカラーラインナップで、僕はストーミーブラックをメインで使っていたんですが、今回の黒と比較するとこんな感じの違いになっております。先代はどちらかというとグレーに近かったんですが、今回はよりブラックっていう感じで、黒好きとしてはね、たまんないですね。で、同梱物は7と同じです。で、充電器は今年もね、入ってなかったです。一応、フェリカの位置も確認しておきましょう。はい、やっぱり7 Pro についてもフェリカの位置若干ね、去年より低くなってるっぽいですね。この G のロゴあたりになってるみたいです。で、カメラは三眼構成、左から広角カメラ、真ん中が超広角カメラ、で、一番右が望遠カメラのペリスコープレンズですね。先代の光学4倍、超解像ズーム20倍から、今回光学5倍ズームの超解像ズーム30倍に変更になってます。あとマイクとフラッシュですね。もちろん7も7 Pro も、フリッカーセンサーとかスペクトルセンサーは搭載されています。で、カメラバーの立ち上がりは先代とほぼ一緒って感じですね。実測値出しておきます。それから7のカメラバーの立ち上がりも大体同じでした。実測値出しておきます。はい。で、右側面、上の方が電源ボタンで、下の方が音量上げるボタン、下げるボタンです。で、この黒の方を見てて思ったんですが、さっきのレモングラスは結構このアンテナ線が目立つんですよね。この点面なんかはほぼセンターのところに入ってて、悪目立ちというか、結構目立つなっていう印象なんですが、このオブシディアンのブラックの方は目立たなくていいですね。はい。こちらが底面で、もちろん USB Type-C です。こちらも 3.2 の Gen2 になっています。で、SIM トレイは、同じくマイクロ SD は非対応でナノ SIM が1枚入って、もちろん eSIM も使えるのでデュアル SIM 対応です。天面はマイク穴と、あとこれなんだろう、これ分かりますかね。7と比べるとなんかセンサーっぽいのがここについてますね。6 Pro も7 Pro も超高帯域無線チップってやつ、iPhone でいうとこの U1 チップみたいなのが入ってて AirTag とかで使われてるやつですね。それかな。なんかセンサーっぽいのがついてます。で、今回もこの縁はカーブしたディスプレイになってますね。 6.7 インチの 10Hz から 120Hz の可変リフレッシュレートのディスプレイです。で、このカーブが若干緩やかになってるみたいな話もありますが、ほぼ一緒かなという感じで、いずれにしても保護ガラス探しは大変なことに変わりないですね。で、サイズとか重量は先代から微増になってはいるんですが、もともと大きかったのでそんなにこうサイズアップしたなっていう印象はないですね。どちらかというとこっちの7の方がちっちゃくなったなっていう感じの印象の方が強かったですね。先代と比べて。で、それから注意点、バンドがですね、今回もやっぱり21っていうのと、あと 5G のバンドについても N79 っていうドコモのバンドですね。それがちょっとなかったので、やっぱりドコモの人はきついかもしれないですね。やっぱりドコモ最近ピクセル製品販売してくれないですし、ピクセル自体もこのドコモのバンド外してたりするんで、またドコモでもね、取り扱いが始まると嬉しいんですけどね。で、今回画面内指紋認証に加えて顔認証にも対応しております。で、画面内指紋認証は先代と比べてもそんな変わんないかなという感じですかね。今ノーカットでお届けしておりますが、ご覧のような認証精度です。で、こちらは 0.5mm の保護ガラスなんですが、こちらを貼りまして再度指紋を登録し直して今指紋認証しているところの様子をノーカットでお届けしております。こんな感じで特にこう引っかかりもなく快適にね解除できてますね。で、こちらは7ですね。7もガラスを貼って指紋を登録し直してテストしている様子を撮っています。こちらもノーカットでお届けしていますが、ご覧のような認証精度ですね。とはいえこの Pixel 6a の時に Android 13に上げると指紋が使えなくなったんで、やっぱ個人的にはこのね ZenFone 9とか Xperia みたいな側面指紋認証の方が好きですかね。で、こちらは暗闇での顔認証の様子ですね。顔認証暗闇でも問題なくできました。で、この動画だと鍵マークをタップしてホーム画面に行ってますが、ダイレクトにホーム画面に飛ぶ設定もありますんで安心してください。で、ちょっと認証の話ではないんですが、ストレージ初期状態だと、左の Pixel 7 Pro が 16GB 使用していて、右の Pixel 7が 15GB 使用しています。これはデータ移行なしでまっさらな状態でセットアップしています。
はい、続いてベンチマークスコアですね。Pixel 6 Pro 7、7 Pro で暗筒ベンチマークスコアを取りました。3回連続で取りました。で、2、3日前のニュースでですね、テンサーチップの G2、今回のものが5ナノメートルプロセスで作られているっていうニュースが流れてたんですが、やっぱりそれもあってか、Pixel 6 Pro と Pixel 7、7 Pro だとそんなに大きく値は変わんなかったですね。ただ2回目、3回目は Pixel 6 Pro ガクンとこう数字が落ちてるんですけど、それが7、7 Pro はないかなというところですね。で、僕がゲームとかやらないので何とも言えない部分ではありますが、長時間ゲームやられる方は Pixel 7、7 Pro の方が長時間パフォーマンスを落とさずに遊べるのかもしれないですね。この値からいくと。で、こもってちょっとね、動画作ってたんですけど、Google さんからもう1個荷物が届きました。開けてみると、なんと Pixel 7 Pro がね、入ってましたね。こちらヘイゼルっていうカラーです。ちょっとせっかくなんで、こっちのヘイゼルのカラーも見ていただきましょうか。こういうカラーになっております。なんかね、最初このカメラ周りのデザインがちょっとどうなんだろうと思ったんですけど、実物見るとかなりね、質感高くていいもの感が増したなっていう印象はありますね。はい、でもう一個別のカラーのピクセルウォッチも来てたんで、ちょっと開けてみましょう。こちらゴールドのステンレスケースにヘイゼルのバンドですね。アクティブバンドです。オブシディアンと並べるとこんな感じの見た目の違いですね。このゴールドのカラーもとっても綺麗なゴールドですね。で、あとはチームピクセルのハッシュタグがついたバッグと、で、こっちはスマートフォンバンドとアルコールスプレーみたいですね。で、これよく見ると一つは大切な方にプレゼントって書いてあるんで、視聴者プレゼントにしましょうか。非売品のアルコールスプレーとスマートフォンバンド1名様にプレゼントします。固定ツイートを見てください。はい、じゃあちょっと時間的に最後ですが、Pixel Watch セットアップしていきます。ご覧の通りポップアップが出てきますね。ファストペアみたいにポップアップが出てくるので、タップすると Pixel Watch のアプリをダウンロードしろと言われますね。これでインストールします。じゃあ画面の指示に従って進めておりますが、ここ、どちらの腕につけるか、リューズの向きなんかも設定ができますね。ここら辺は Apple Watch とかとちょっと近い感じがしますね。はい、でスマートウォッチのロック解除はピンかパターンかどちらか選ぶことができます。僕はパターンにしました。はい、で続いて Google Pay の Suica の登録ですが、これはまた後日ね、しっかりレビューしていこうと思ってますんで、またちょっと後日やっていきます。はい、でこの画面で大まかな使い方が見れますね。まずリューズを押すと電源のオンオフですね。電源のオンオフは長押しで、復帰させるときは1回ポチッと押すだけ。で、時計の画面からリューズを1回押すとアプリが表示されて、くるくる回すとスクロールもできると。で、サイドボタンは直近で使ったアプリに素早くアクセスができるみたいです。ワークアウトの記録は背面のセンサーの話ですかね。これはいいですね。で、通話と発信と着信ができると。ここの長い穴はスピーカーだったんですね。で、5回押すと緊急サービスにつながると。これでセットアップ完了ですね。とりあえずサブアカウントで設定してみました。はい、じゃあ最後ね、せっかくなんでこの充電ができるかと、あと動作もチェックしてみましょう。もちろんこの専用の充電ケーブルだと充電はできますよね。で、この、地位充電できるかですが、一応ね、この充電するような素振りは見せます。はい、見せました。こんな感じ。なんですが、これしばらく置いといても充電されてなかったですね。で、これ Apple のマグセーフ充電器、純正のやつですが、これも充電する素振りを見せるんですが、こんな感じで充電されてないんですよね。で、ちなみにこちら Apple Watch の充電器ですが、これは磁石が反発し合って、そもそもひっつきませんでしたね。で、これはもう Pixel Watch のヘルプに充電ができるのはこの充電ケーブルのみと同梱されているもののみというふうに明記してあるので、もうこれはね、仕方がないことですね。で、Pixel を使ったリバース充電も非対応になっています。で、次に動作ですけど、体験会行った時にちょっとね、ボタンが動作しない時があったんですよね。で、ちょっとどうなのかなと思ってたんですが、それは気流でしたね。ご覧の通り、かなり反応よくボタンが押せているのがわかるかと思います。個人的にはそんなストレス感じない速度かなと思います。で、このリューズの上のサイドボタンも結構小気味よく動いてくれますね。で、スワイプがご覧の通りの挙動ですね。で、下からスワイプすると通知が確認できるんですが、これも問題なく。で、上からだと、クイックアクセスですかね。で、ライトつけるとベゼルの太さが分かりますが、UI がほとんど背景黒になっているので、うまく隠せてるなというふうに個人的には思っています。で、これライトの時にタップするとご覧のように色が変わりますね。オレンジか白か消えるかの3つです。で、このタップの反応もかなりいいんじゃないでしょうか。なのでやっぱ忖度なしで結構完成度高いんじゃないかなと思いました、個人的には。はい、ということでもう7時半になっちゃったので一旦ここでちょっと切らせてください。また続きは明日以降どんどんねレビュー動画を上げていきますので、チャンネル登録いただいてまた遊びに来ていただけたらと思います。で、やっぱりPixel Watch のね完成度が高かったですね。で、Apple Watch と一緒じゃんっていう意見
もあるんですけど、やっぱり Apple Watch と一緒であることがね、僕は重要だと思っていて、これまで Google 金製のスマートウォッチやっぱ存在してなかったんですよね。Fitbit 買収して Fitbit の時計は販売はしてたんですけど、 Google 金製のスマートウォッチが出たっていうことに大きな意味があるんじゃないかと思います。Apple Watch はね、当然 Android では使えないわけですし、もちろんSuica が使える Garmin のウォッチとか、あと Galaxy Watch もね今までありましたが、 Garmin のウォッチはちょっとね金額が高かったりとか、Galaxy Watch も、タイゼンっていうね独自の OS が走ってたりとかしました。今はタイゼンと合体して Wear OS が新しくなったっていう感じではあるんですけど、言っても Galaxy Watch はサムスンブランドなわけで、このピクセルと同じデザイン言語でデザインされてるっていうことにも意味があると思いますし、あと付け替えが簡単なこのバンドのシステムなんかは結構ね Apple Watch と近いものを感じましたね。ガジェットなんですけど、より幅広い人に楽しんでいただけるものになってるんじゃないかなというところで、今まではやっぱり Apple Watch 一強だったんですけど、そうじゃない選択肢がどんどんね出てきてる。Galaxy Watch もそうなんですが、Galaxy Watch だったり Pixel Watch だったりいろんな選択肢が出てきたっていう意味ですごくね、存在の意味があるんじゃないかと感じました。で、ピクセルについてはまだねちょっとカメラが多分ね中心的な進化のポイントだと思いますんで、また明日以降ちょっと進化を感じる部分が出てくると思うんですが、現状はちょっとねまだ何とも言えないかなっていうところで、また今後のレビューも楽しみにしていただけたらと思います。はい、この動画面白かった方はぜひチャンネル登録高評価もお願いいたします。バイバイ。